situation. Not used to this, no I'm not. Better let myself give in to love. Believe in us no matter what it does to my heart. Not used to this, no I'm not. It was like if we were to win. じゃん。はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。はい、今日なんですけれども、皆さんにすごいアイテムをお見せしたいと思います。じゃん。はい、ちょっといつもよりごっついんですけれども、収録用にちょっとセットアップしています。はい、そんなことよりもね、今回皆さんにご紹介したいのはこの DJI さんの 3D フォーカスですね。こんな魔法なアイテムはないということで皆さんにご説明したいんですけれども、この 3D フォーカスが何かっていうと、今までねブラックマジックで撮ってる時ってマニュアルフォーカスだったんですね。なので被写体との距離を一定保ったまま動かなきゃいけないと。けどこの 3D フォーカス、魔法のアイテムを使うことによって前後の動きも容易になりますと。で冒頭ね皆さんが見ていただいたあの映像は全部この 3D フォーカスで、フォーカスリング一切いじっていません。もう基本的にもうスタビライザーつけたまま撮影をしております。なので今回はねこの 3D フォーカスのレビューとか実際に撮影比較していきたいと思います。はい、それではねここでスケボーを一緒に走らせて合流するっていうシーンを撮りたいと思います。で本来だったらこの前後の被写体の縮まる動きっていうのは、マニュアルフォーカスは実現できなかったんですよ。こういうオートフォーカスじゃないとこういう合流みたいな絵って撮れなかったので、それが実際にこの 3D フォーカスで可能なのかちょっと試してみたいと思います。じゃあ松行こう。お、でもまあ一瞬迷ったけど一応使えてるね。だから今ので言うと一貫したフローは使えないけどピントが合った瞬間から使えるって感じだね。だから完璧な追従はしてないイメージですね。手前に柵があったからやっぱ分かりづらかったね。ただいまの時刻夜の11時。この時間まで僕は大好きな動画に携わって皆さんに解説をお伝えしたいと思います。ということで今回ねこのブラックマジック 6K そしてこの DJI のね 3D フォーカスをつけさせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか皆さん。実際ね僕が使ってみた感想は、またね後ほどお話しするんですけれども、まずこのブラックマジックの 6K はもともとねマニュアルフォーカスでオートフォーカスはかなり弱いんですけれども、マニュアルフォーカスで 3D フォーカスをつけた時の表現とやっぱりこのα7S3 とか、一眼ミラーレス機材で内蔵でオートフォーカスがついているものとどれだけねオートフォーカスに違いがあるのかっていうのを、気になる方ね多いと思うのでちょっと検証していきたいと思います。僕のね、予測としてはやっぱりこのボディ内で搭載されている方がやっぱ一貫性があってさすがに効くんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとね見てみないとわからないのでやっていきましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱりねこの α7S3 が優秀っていうのもあるんですけれども、やっぱボディ内で一貫してこのオートフォーカスが効いているのと、このブラックマジックのマニュアルフォーカスの 3D センサーだとやはりね劣る部分はあるんですけれども、実際ね僕が今回、普段はこういった RS2 にブラックマジックのスタイルとか、コモドをね乗っけたりして撮影しているんですけれども、実際どう思ったかっていうのを皆さんに、本音でお伝えしたいと思います。正直この 3D フォーカスオートフォーカス機能を使っていると被写体をね追ってくれないパターンももちろんあるんですね。それはやっぱり今のねこの照明が僕だけに当たっているっていう状態だったりとか、あと外でね太陽光で撮影している状態だとやっぱりフォーカスの強弱とかもやっぱ全然違うし、環境に依存するなっていうところはあったんですけれども、結局このボタン
一つ押せばオートフォーカスモードになるし、でマニュアルフォーカスにするとこのフォーカスモードで調整することもできるので、結論はこの使い分けかなっていう印象ですね。やっぱりその手前をねぼかしてトランジションするときとかで、そこで被写体に合わせたい時とかはやっぱりマニュアルフォーカスである程度被写体にフォーカスを合わせた状態で横移動とかするのに対して、やっぱり被写体を追わなければいけないっていう演出の時はオートにして、シーンによってオートフォーカスにするか、マニュアルフォーカスにするかっていうのを使い分ければ、僕はね本当にこの 3D フォーカスっていうのはいいプロダクトなんじゃないかなというふうに思いますので、これはちょっとね少し癖はあるんだけれども、いつもねこのマニュアルフォーカスでのシネマティック表現をしている僕たちにとっては、すごくいい製品なんじゃないかなというふうに思ったので、今回はね皆さんにご説明させていただきました。費用とかももちろんかかると思うので、そこまでがっつりしたくないよっていう方は、こういった一貫したオートフォーカスがついている一眼ミラーレス機を選ぶことをお勧めしたいと思います。やっぱり、軽いですしね。で、あとね、どのぐらいこのオートフォーカス、人物を追ってくれるかっていうところなんですけれども、ネットでは人物は6メートルぐらいまで追ってくれるっていうんで、このね、今単焦点で F1.7 ぐらいまで落とせるんですけれども、F をちょっと上げれば、結構ね、バランスよくフォーカス合わせてくれるんで、そこはあんまり気にすることはないかなって思いました。だから結構近づいても、離れても、ちゃんとシネマティック表現をする上では問題ないかなっていう印象ですね。あとですね、今回こちら DJI さんの、先日ね僕もちょっと PR させていただいて、グローバルピーター・マッキンノンとかテイラー・カット・フィルムズとかすごいクリエイターさんと並ばせていただいたんですけれども、そんな、RS2 を使用して、本当にこの 3D フォーカスがなくてもこのフォーカスモードでドンピシャに合わせられるんで、もうこれはめちゃめちゃシームレスだなと思いましたね。そこに付加価値としてこの 3D フォーカスを搭載しているという形になっていますね。はい。なので、実際にこの 3D フォーカスを設置してみたんですけれども、やっぱりこのフォーカスリングとか、電源とかコードとか、やっぱり複雑で、僕がね、見たネットの情報だけだと、ちょっとね、難易度が高かったんで、一つ一つで皆さんに解説していきたいと思います。行きましょう。はい。そんな感じで、設置していきましょう。今ねここにあるものをざっとご紹介しますね。まず1つ目、スモールリグのこのネジ、ネジはねこの付属でRS2 のカバンの中にあるのでよろしくお願いいたします。であとは RS2 のこの本体と、でそのバッグの中に入っている、このタイプ C コード2本、これいっぱい入ってるんで、ね、ご安心ください。レンズのフォーカスに合わせるバンドが1つ、そしてこの 3D フォーカスですね。これお値段が17,000円ぐらいなので、ちょい高ですけれども、はい、ご了承ください。で、あとはブラックマジック、これマニュアルフォーカスと、あとはシグマの1835、これ使ってます。次にこちら V マウントですね。ブラックマジックってバッテリーが全然持たないので V マウントとこの電源コードを使用して供給しておりますと。はい、まず1つ目、ブラックマジック。こちらに本来この土台がこんな感じでつながってるんですね。こんな感じで。なのでこれをまず取り外して台をつけます。これ三脚ネジですね。三脚ネジである程度までつけますと。はい、横にしました。である程度までつけたら、このない方はね10円玉とかコインでもいいんですけれども、しっかりとネジ穴を閉める。ここでこの部品が大事になってきますね。まずはこのポールを穴に差し込みますと。はい。これもネジでしっかり締めますと。ここでやっとこの RS2 の土台にネジ穴がしっかりあるので、ここに取り付けたいと思います。はい、一回取り付けていきます。ちょっとこれ難しいんだよな。なかなか取り付けるのが。はい、これでしっかりと土台につきましたと。はい、このような形で次にこちらバンドを取り付けます。はい、しっかりとギューって取り付けますね。ここにフォーカスのモーターを取り付けてかませます。はい。で、かませた状態でこのネジを締めますと。こうするとここのモーターが回ればしっかりとレンズのフォーカスも調整されるという
設計になっています。で、ここまでしたらこの RS2 に取り付けたいと思います。はい、取り付けますと。で、この状態でも、3D フォーカスまだコードがつながってないので使えません。で、あとはね、フォーカスモードも使えないので、一旦この 3D フォーカスを取り付けるんですけれども、これ何かっていうと、マイクシューですね。マイクシューがあるのでスライドできるんですけど、ブラックマジックついてないので、NAT ポートの付属についていたこの三脚ネジに変換できるものを取り付けて、はい、取り付けた上でここにつけますと。はい、ブラックマジックの上にフォーカスつきました。ここで、この Type-C のコード2つ持ってきました。これを左側からつけて、こっちが、はい、Type-C、フォーカスの方につけます。で、右側を 3D フォーカスに取り付けて、こっち、ここですね。ここの3つあるんですけれども、ここの真ん中に取り付けたいと思います。はい、こうするとコードでこの RS2 とフォーカスが連動して、モード、フォーカスが動くっていう設計になっていますね。ということで、電源をつけたいと思います。で、気をつけなければいけないのは、このままでもデフォルトで僕フォーカスモードになってつながるんですよ。けど、やっぱりこのパワーが弱くてしっかり噛み合わないんですよね。で、こういう時に何を使うかって言いますと、じゃん、ヘアゴムを使うんですよ。ヘアゴムを使うと、輪ゴムでもいいんですけれども、このフォーカスにかませます。こうすると、ここのフォーカスとレンズががっちり噛み合うので、スムーズに何も問題なくフォーカスが使えると。なので、ヘアゴムとかはね、動画クリエイター持っとくといいかもしれないですね。はい。そんな感じで、まず最初にやらなければいけないのは、この RS2 の画面から、下から上にスワイプすると、ダイヤル調整っていうのがあるんですね。ダイヤル機能が。ダイヤル機能ってものがあるので、それを押して、デフォルトは多分フォーカスズームになってるんですね。それをフォーカスモーターに変えてください。はい。こうすると、ここのダイヤル、RS2 のダイヤルからフォーカスが動きますと。はい。で、あとは左から右にスワイプして、2個あるんですよね。なので、1個下にずらして 3D フォーカスを押して、まずここでレンズキャリブレーションを行います。はい。レンズキャリブレーション開始。そうすると、こんな感じでレンズの焦点距離を測ってくれます。はい。これもね、しっかりゴムでこれつけてないと、キャリブレーションしてくれないんでね、お気をつけください。で、焦点距離選びます。一回これ、焦点距離タップして、24mm、こちら、調整しております。で、次へ。はい。そして、この1メートル先の被写体にフォーカスを合わせると。それで、確定。はい。そして次に、4メートル先の被写体にフォーカスを合わせます。はい。これお気をつけくださいね。僕ね、1メートル先で緑になったからって言って OK してたんですけど、これフォーカス合わせないと、その距離を判断してくれないんですよ。1メートル、この4メートルの距離をね。なのでしっかりそこ判断した上で OK すると、オートフォーカスが使えるようになります。はい、こんな感じで、こんな時間までね、すごく楽しくチュートリアル解説できたと思っております。このね、ブラックマジック、あとは、マニュアルフォーカスのカメラを拡張して、オートフォーカス使いたい方は、ぜひね、この動画を機に挑戦してみてください。あとね、スマートフォンとか、本当に携帯とかで表現している方も、こういった、がっしりとした機材を使うと、それはそれでね、違う表現に結びつくと思いますので、ぜひね、参考にしていただけたらと思っております。今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。で、最後にね、現在僕がやっているこのトランスサロン動画コミュニティでは初月無料期間やっていますので、ぜひ概要欄見ていただけたら幸いです。そんな感じで疲れました。お疲れです。ありがとうございます。そんな感じで皆さん、バイバイ。